皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。今日も美味しいお茶を飲みながら楽しく日本語を勉強しましょうね。こんにちは。常連客の拓也です。うさぎさん、実は来月初めて日本の旅館に泊まる予定なんです。でも普通のホテルと何が違うのかちょっと緊張していて。それは楽しみですね。旅館とホテルは同じ泊まる場所でも過ごし方が全然違うんですよ。今日はその違いを分かりやすくお話ししますね。ぜひお願いします。特に部屋に入ってからどうすればいいのかよくわからなくて。では、まずは客室と寝具、つまり部屋とベッドの違いからお話しします。ホテルの部屋はドアを開けるとすぐにベッドがありますよね。はい、床もカーペットで靴を履いたまま入ることが多いですよね。そうですね。でも日本の旅館は和室が基本です。入り口で必ず靴を脱いで畳の部屋に上がります。あ、靴を脱ぐんですね。それなら部屋の中ではリラックスしてゴロゴロできそうです。そうなんです。お家のようにリラックスできますよ。でも部屋に入った時、多分拓也さんはびっくりすると思います。どうしてですか？何があるんですか？いえ、何もないんです。部屋の真ん中に低いテーブルと座布団があるだけで寝る場所が見当たらないんですよ。ベッドがないんですか？じゃあどこで寝るんですか？旅館ではベッドではなく布団を敷いて寝ます。でも自分で敷かなくても大丈夫ですよ。自分で敷かなくていいんですか？誰か敷いてくれるんですか？旅館のスタッフ、昔からの言葉で中居さんと呼ばれる人たちが全部やってくれます。へえ、それは至れり尽くせりですね。でも、いつの間に敷いてくれるんでしょうか？部屋にいる時に来られるとちょっと恥ずかしいかも。大丈夫です。実は夜食堂に夕食を食べに行っている間に中居さんがそっと部屋に入って敷いてくれるんです。なるほど。ご飯を食べて部屋に戻ったらもうふかふかの布団が準備されているというわけですね。その通りです。ホテルだと最初からベッドがあっていつでも寝られますが、旅館はこのおもてなしのタイミングが面白いところです。確かにそれは面白い体験ですね。お布団で寝るのが楽しみになってきました。では次に2つ目の大きな違い、食事のスタイルについてお話ししましょう。拓也さん、ホテルに泊まるとき、夕食はどうしていますか？ホテルだとホテルの中にあるレストランや外のお店に食べに行ったりすることが多いです。そうですよね。ホテルは泊まるだけのプランが多くて、食事をどうするかは自由です。これを泊食分離と言ったりします。泊食分離ですか。難しい言葉ですが、宿泊と食事が別々という意味ですね。はい、その通りです。でも日本の旅館は1泊2食付き、つまり夕食と朝食が最初からセットになっているのが基本なんですよ。おお、それはありがたいです。知らない土地で夜ご飯を食べるお店を探すのは大変ですからね。どんな料理が出るんですか？懐石料理という日本の伝統的なコース料理が出ることが多いです。その土地で採れた新鮮な魚や野菜、お肉がきれいなお皿に少しずつ並びます。豪華ですね。でも、ホテルのビュッフェみたいに自分で取りに行くスタイルですか？いえ、旅館の食事はスタッフが一品ずつ順番にテーブルまで運んでくれます。そしてここでも旅館ならではの面白いエピソードがありますよ。何ですか？旅館によっては食堂ではなく自分が泊まっている客室まで料理を運んでくれる部屋食というサービスがあるんです。自分の部屋でパジャマのまま誰にも邪魔されずに豪華なご飯が食べられるんですか？そうなんです。テレビを見ながらでも畳の上で足を崩しながらでも周りの目を気にせずにゆっくり食べられます。これはホテルにはない旅館の最高の贅沢ですね。それは最高ですね。ホテルだと綺麗な服に着替えてレストランに行かないといけないので、部屋で食べられるのは本当にリラックスできそうです。はい、日本の旅館はただ泊まる場所ではなく、温泉に入って美味しいご飯を部屋で食べて畳の上でゴロゴロするというのんびりした時間を楽しむ場所なんですよ。旅館とホテルの違いがすごくよくわかりました。部屋にベッドがない理由も食事のシステムも全部がお客さんにリラックスしてもらうためなんですね。その通りです。日本のおもてなしの心が詰まっているのが旅館なんです。
サービスとお風呂についても詳しく知りたいです。はい。ここにも旅館とホテルで大きな違いがあるんですよ。まずはサービスとプライバシーについて比べてみましょう。ホテルのサービスはフロントでチェックインをして鍵をもらって自分の部屋に行くスタイルですよね。そうですね。ホテルはプライバシーを大切にする場所です。チェックインをした後は誰にも邪魔されずに自由に過ごすことができます。ルームサービスを頼まない限りホテルのスタッフが部屋に入ってくることはないですよね。気楽でいいなぁと思います。一方で旅館はおもてなしを大切にする場所です。フロントで受付をするとスタッフが荷物を持って部屋まで案内してくれることが多いです。部屋まで案内してくれるんですか？なんだか VIP になったみたいで嬉しいですが、少し緊張しますね。緊張しなくても大丈夫ですよ。さらに部屋に着いた後もすぐには一人になりません。スタッフさんがまだ部屋にいるんですか？何をするんでしょうか？中井さんが部屋のテーブルでお茶を入れて和菓子を出してくれるんです。そして当旅館へようこそとご挨拶をしてくれます。へえ、わざわざお茶を入れてくれるんですね。ホテルの部屋にあるティーバッグを自分で入れるのとは同違いです。そのお茶を飲みながらお風呂の場所や夕食の時間などの説明を受けます。お客さんを温かく迎える旅館ならではのサービスですね。人との距離が近くて心が温かくなりますね。でもお茶を飲んだ後はさすがに一人でゆっくりできますよね。もちろんです。その後は自由な時間になりますよ。では次に館内での服装についてお話ししましょうか。服装ですか？ホテルに泊まるときは部屋の中ではパジャマやバスローブを着て、外に出るときは自分の服に着替えますね。その通りです。ホテルのパジャマやスリッパは基本的には自分の部屋の中だけというルールがありますよね。はい、ロビーやレストランにパジャマで行くのはマナー違反だと聞いたことがあります。でも旅館は違うんです。旅館の部屋にはパジャマの代わりに浴衣という日本の伝統的な服が用意されています。浴衣、夏祭りで着るような着物に似た服ですよね。あれを着て寝るんですか？寝るときはもちろん旅館の中でずっと着ていてもいいんです。浴衣に着替えたらそのままロビーを歩いても食堂に行っても大丈夫なんですよ。そうなんですか？パジャマみたいな服でご飯を食べに行っても怒られないんですか？怒られませんよ。むしろ旅館の中では浴衣で過ごすのが普通なんです。スリッパの代わりにセッタという履物を履いて歩きます。わあ、それはすごく楽ですね。お風呂上がりにもう一度自分の服に着替えるのは面倒なのでとても助かります。そうなんです。お風呂上がりは浴衣で卓球をしたり、お土産屋さんを見たりするのが旅館の定番の過ごし方です。浴衣で卓球、テレビで見たことがあります。旅館全体が一つの大きなお家みたいですごくリラックスできそうですね。いい表現ですね。温泉がいいという旅館が集まる町では、浴衣を着たまま旅館の外に出て散歩を楽しむこともできるんですよ。外に出てもいいんですか？はい。では最後にそのお風呂、入浴についてもお話ししましょうか。待ってました。温泉ですね。ホテルの場合は自分の部屋にあるシャワーやバスタブでお風呂に入りますよね。そうですね。でも日本の旅館のメインは自分の部屋のお風呂ではなく、みんなで入る大浴場や温泉です。大きなお風呂ですね。でも部屋にはお風呂はないんですか？部屋に小さなシャワーがあることも多いですが、旅館に来たお客さんのほとんどは大きな温泉に行くのを楽しみにしています。確かにせっかく温泉に来たなら大きなお風呂に入りたいです。部屋から浴衣を着てタオルを持っていくんですよね。はい。大浴場には内風呂という建物の中のお風呂と露天風呂という外にあるお風呂があります。露天風呂、外の景色を見ながら入れるお風呂ですね。すごく気持ちよさそうです。春は桜、冬は雪を見ながらお湯に浸かるのは言葉にできないくらい素晴らしい体験ですよ。最高ですね。でもみんなで一緒に入るんですよね。何か特別なルールやマナーはありますか？いい質問ですね。一番大切なのは、お湯に入る前に必ずシャワーやかけ湯で自分の体を洗うことです。
これを体を流すと言います。湯船をきれいに保つためですね。それは知っています。バスタオルは湯船に入れてもいいんですか？いえ、タオルはお湯の中に入れてはいけません。小さなタオルは頭の上に乗せたり、湯船の横に置いておいたりするのがマナーです。なるほど。頭にタオルを乗せるのもテレビで見たことがあります。あれはお湯に入れないためだったんですね。そうなんです。ホテルは自分だけの空間でお風呂を済ませますが、旅館の温泉はみんなでマナーを守りながら楽しむ癒しの場所なんですよ。マナーを守ればみんなお互いに気持ちよく過ごせますね。旅館を最大限に楽しむコツってありますか？もちろんありますよ。旅館は泊まる場所ではなく、旅館で過ごすこと自体がメインの目的です。最大のコツはズバリチェックインの時間に到着することです。チェックインはだいたい3時ぐらいですよね。ホテルに泊まるときは夕方まで観光もしてから遅い時間に行くことが多いんですが。旅館でそれをやってしまうとすごくもったいないんです。早く到着すれば、お部屋でお茶を飲みながら窓から見える綺麗なお庭や景色をゆっくり楽しむことができますよ。なるほど。旅館自体が観光スポットなんですね。お茶を飲んでほっとした後は何をすればいいですか？すぐに浴衣に着替えてみてください。そして夕食の前に旅館の周りの温泉街を散歩するのがおすすめの楽しみ方です。浴衣で外を散歩するんですね。レトロな街並みをバックに写真をたくさん撮りたいな。旅館によっては散歩用にかわいいカゴのカバンや和傘を貸してくれますよ。下駄をカランコロンと鳴らしながら歩くのはとても風情があります。うわ、映画のワンシーンみたいですね。歩いてお腹が空いたら何か美味しいものもありますか？もちろんです。温泉街といえばほかほかの温泉まんじゅうです。湯気が出ている甘いおまんじゅうを外で食べるのは最高の思い出になりますよ。中に甘いあんこが入っているお菓子ですね。絶対食べます。散歩から帰ってきたらどうしましょう？夕食の前に1回目のお風呂に入りましょう。夕暮れ時の空を見ながら入る露天風呂は景色が美しくて本当にリラックスできますよ。夕焼けを見ながら温泉に入って、その後にヘラで豪華な夕食を食べる。もう想像しただけで幸せです。楽しみは次の日の朝にもあるんですよ。旅館に泊まったらぜひ少し早起きをして朝風呂に挑戦してみてください。旅行の日はいつもギリギリまで寝てしまうんですが、朝早くから温泉に入るんですか？はい、朝のひんやりとした澄んだ空気の中で鳥の鳴き声を聞きながら温かいお湯に浸かるんです。頭も体もすっきり目覚めますよ。それは気持ちよさそうですね。朝泥に入ったらお腹もすっかり空いて朝ごはんが美味しく食べられそうです。その通りです。旅館の朝ごはんは炊きたての温かいご飯にお味噌汁、焼き魚など体に優しい和食が並びます。美味しくてつい食べ過ぎてしまうかもしれませんね。旅行での一日の過ごし方が完璧にイメージできました。早めの時間にチェックインして1分1秒も無駄にせずに楽しんできます。ぜひ旅館を満喫してくださいね。サービスからお風呂まで、旅館はただ寝るための場所じゃなくて、日本の文化を体験できるテーマパークみたいですね。本当にそうですね。拓也さん、来月の旅行、お茶のおもてなしから露天風呂までぜひ全部楽しんでみてくださいね。はい、浴衣で卓球も絶対にやってみます。うさぎさん、わかりやすく教えてくれてありがとうございました。どういたしまして。それでは皆さん、今日はこの辺で。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。